今日はピーマンの焼き浸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ピーマンの焼き浸しを作っていきたいと思います。ピーマンはですね、種まで美味しく召し上がっていただけますので、今回は丸ごと焼いて、そして焼き浸しにしていきたいと思います。作り方にもね、ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ピーマン、ミニトマト、お水、お醤油、みりん、お砂糖、だしの素、オリーブオイル。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずピーマンですね。こちら今回ね6個入れていきますが、大きさもねいろいろあると思いますので、だいたい5つから6つぐらい入れていただくといいかなと思います。そしてミニトマトですね。こちら彩りで一緒に入れていきます。そして煮浸しにするタレなんですが、今回は醤油、みりん、お砂糖、だしの素、あとはお水で作っていきます。砂糖に関しましてはこちらをきび砂糖を使ってますが、お好みの通りで作っていただいて OK です。そして油ですね。こちらはオリーブオイルを使います。オリーブオイルと醤油の相性がすごくいいので、今回はオリーブオイルを使っていきますが、お好みでごま油にしていただいても大丈夫です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずこちらのピーマンですね、一度水洗いしてください。水洗いしたら水分を拭き取ります。今回丸ごとということで、もうこのまま焼いていくんですが、もしヘタが気になる場合はこのヘタは取り除いていただいても大丈夫です。そしたら続いてこのピーマンを手で押さえつけてちょっとひびを入れておきます。そうすることで味がね染み込みやすくなります。さらに火の通りもね良くなります。こちらをこのまままな板に押さえつけます。軽くこんな感じでひびが入るぐらいで OK です。ではどんどんやっていきます。勢いよく押さえつけるとねやりやすいと思います。あんまり優しくやるとねペチャっとなっちゃうので注意しましょう。やるときはですね、この真ん中を押すというよりかはこのヘタの部分を中心に押していただいた方がひびが入りやすくなります。こんな感じですね。このようにピーマンにひびを入れてください。続いてミニトマトですね。こちらはヘタを取って洗っておきます。水洗いしましょう。こちらも同じようにね水分を拭き取ってください。トマトの準備はこれで OK です。それではフライパンを用意してください。まずここにピーマンを並べます。そしてここにオリーブオイルです。ピーマンに回しかけてください。そして一度ねピーマン全体にオリーブオイルをなじませます。このように全体にねコーティングしてから焼いた方がね火の通りが良くなります。はい、OK です。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままピーマンにきちんと火が通るまで焼いていきます。ピーマンの大きさによってね火の入り具合が変わりますので、こちらは様子を見ながらね時間を調整してください。ちょっとね油跳ねする時もありますので、やけどしないように注意してください。もし油跳ねが怖い時は蓋をしてねこのまま蒸し焼きしていただいても大丈夫です。焼き色がついたら転がしましょう。この時もね結構油跳ねするのでやけどに注意してください。もしね油跳ねが怖い時はフライパンでこうやって揺すってねピーマンを転がしながら焼いてみてください。あとはどうしてもパチパチ跳ねてしまう時は油をね少し拭き取っていただくといいかなと思います。あるいは火加減を少し弱めにしてみてください。ちょっとね結構弾くので一度ね油を軽く拭き取ります。ピーマンからもね水分が出てくるのでちょっとね油跳ねしやすくなります。はい、でこんな感じで拭き取っていただくとちょっとねパチパチが収まります。またねちょっと転がしながら焼いていきましょう。今ね6分ほど焼きました。これでピーマンがね柔らかくなってれば OK です。焼き具合はねお好みで調整してください。そしたらあとはね空いてるところにトマトを置いてトマトも一緒にね軽く焼いていきます。ピーマンもね時折裏返しながら最後仕上げで焼いていきましょう。
トマトも転がしながら焼いていきます。ちょっと皮に亀裂が入るぐらいですね。そのぐらいになるまで炒めてみてください。皮に亀裂が入るとね、味が染みやすくなります。はい、こんな感じかな。このぐらい皮に亀裂が入れば OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらこちらボウルに移しましょう。はい、こんな感じです。あとはこちらこのまま使っていきます。ここにお水、あとはお醤油、みりん、お砂糖、そしてだしの素です。これで火にかけます。そして一度沸騰させましょう。このように時々混ぜながらね、加熱してください。今回お醤油ベースで作ってるんですが、こちらめんつゆで代用していただいて OK です。その場合はお好みの味の濃さになるまで入れてみてください。はい、で沸騰したら30秒から1分ぐらいですね、一度ひと煮立ちさせてください。はい、 OK です。火を止めます。最後は仕上げです。タレをこのボウルの中に入れます。そして全体を浸して、そして味をなじませます。こちらね、すぐ召し上がっていただいてもいいですし、ある程度少し漬け込んでからね、召し上がっていただいてもどちらでも OK です。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでピーマンの焼き浸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにピーマンにもしっかり火が通って美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。ピーマンにもね、しっかり味が馴染んですごく美味しいです。この程よい歯ごたえが最高ですね。ではトマトも一緒にいただきます。トマトもね、味が染みててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のピーマンの焼き浸しのポイントです。まずピーマンに関しましては今回丸ごと使ってます。もしヘタの部分がね気になる場合はこちらは取り除いていただいても OK です。そしてこちらのピーマンは一度水洗いしてしっかり水分を拭き取った後にまな板にピーマンを押さえつけるように手で一度ピーマンを潰してください。そうするとひびが入るので味が染み込みやすくなるのと、あと火の通りも良くなります。ただですね、真ん中あたりをね押してしまうとベシャッとなるだけになってしまいます。このヘタの部分を中心に押さえつけると綺麗にねひびが入ると思いますのでやってみてください。そしてその後ピーマンを焼く時なんですが、まずはじめにオリーブオイルを全体に絡めてそれから焼くようにしてください。焼いている最中なんですが、油跳ねしてくる時は蓋をして蒸し焼きしていただいて大丈夫です。焼き時間に関しましてはこちらはですね、ピーマンの大きさによって焼き具合が変わると思いますので様子を見ながら調整してください。あとはですね、あまりにも油が跳ねすぎる時は油を少し拭き取って焼いてみてください。あるいは少し火加減を弱めて焼いていただくと油跳ねが抑えられると思います。そしてピーマンに火が通ったらミニトマトを入れる場合はミニトマトを入れて、ミニトマトに関しましては皮にね亀裂が入るぐらいまで炒めてください。あとはボウルに移して空いたフライパンに調味料などを加えて、そして一煮立ちさせてからピーマンにかけてください。しっかり味を染み込ませたい場合は少し漬け込んでから召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はピーマンの焼き浸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。